ソロモンがオタク FM のゲストに呼ばれたことがあるって本当なの？そうだよ。ただその時は都合が合わなくて断ったんだ。そんな、せっかくのオファーを断るなんてもったいない。僕なら絶対に断ったりしないのに。もちろん悩んだんだけど、チケット争奪戦を必死に勝ち取った魔界一の天才指揮者サリエール歌麿のコンサートの日程とオタク FM の収録日が被っていたんだ。泣く泣く辞退するほかなかった。悔しい。数量限定で発売された七王の激レアグッズ、汚れの王の漆黒の翼マグカップを買い逃した時と同じくらい悔しい。僕と同じ七王フリークのソロモンならこの悔しさ分かってくれるよね。そんなに？もしよかったら今度一緒にオタク FM の収録を見学しに行くかい？いいの？七王フリーク同士の絆としてさ。ソロモン！オタク FM アニメ&チルシーズン 2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の多田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報など様々なオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第5回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。皆さんこんにちは。人間界代表の留学生、そして世界最強の知恵の魔術師ソロモン役の川田和樹です。よろしくお願いします。いや嬉しいなね、オタク FM ミニはいからついに本編にやってきましたけどもそうですね、前回ミニでとても楽しい収録をさせていただきまして、させていただきましたね。最長というねミニと思えないそうですね。喋って僕あの後、はい、エゴサーチしたんですよ。ツイッターとかで見たんですけど、はい、こんな喋んのみたいなちょっとざわざわしててそうですね。なんやろ、トークの殴り合いみたいなの始まってましたからね。そんなことないですよ。もうほっぺたの撫で合いのようなねいやだから今日もとても楽しみにしてたんですけど、いやもうね、僕母ちゃんRPG でいうと、はい、最初の村周辺でずっとレベル上げしてたら、急にラスボス現れたみたいな感じだったんです誰がレビっぽい例えやめんよ急にもうラスボス現れて喋る楽しかったなって。でもなんかその後にも、一緒にご飯食べたりとかもしましたね。すごく多田さん仲良くなって、嬉しかったですよ。それが出たのが今一緒にこれアニメ&チルシーズン2って叫ぶ前の、なんかポーズが2人とも一緒そう両手をピタッと合わせて、はい、せーのも言わずにあったっていうこのなんかこう、いやこいつ完全にいただきますやないかいただきますっていうポーズでね、ぴったり声もあったので、なんかこのグルーヴ感がね。なるほど。もうご飯も一緒に食べたからいただきますのポーズも一緒にやったと。次はたこ焼きとか行きたいですねずっと言うてんな。たこ焼き行きたい。たこ焼き好きやな。たこ焼き好きなんですよ。そんな話する番組じゃないですよね。そうですね。そうなんですけども、はい、まあ久しぶりにねこうやってラジオで喋れるということなので、それはとても嬉しいじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本来ならアスモデウス役の三浦愛夢さん、愛夢さんをお迎えしてお送りする予定やったんですけども、スケジュールの都合により今回は急遽、ソロモン役の川田和樹さん、川ちゃんと一緒に番組をお送りしていきますと。よろしくお願いいたします。はい、そうでございます。さあ今回のラジオはアニメオベイミーシーズン2第5話アスモデウスパラダイスのアフレコ終了後に収録しています。番組をお聞きの留学生の皆さんはね、もちろんご覧になっていただいたと思いますけども、見たでしょう。もう超僕一番大好き、個人的に。マジでもう本当にこの第5話語りたくて仕方ない。語ってくださいよ。いやもうバグじゃないこのね、まだ見てない方にざっくりお伝えすると、アスモデウスが作ったゲームの試作品をソロモンがプレイするっていう回なんですけど、そのねゲームのねジャンルですよ、
はいありますよね。こうゲーム買ったらこうジャンルがね、もちろんファンタジーもちろんなんかこういろいろねロールプレイングゲームとか、はこのゲームのジャンル学園転生ミステリーサスペンス、もうどちらかってますわなどれやねんって全部のっけ丼ですよ。そうですね、うなぎも牛丼もチーズも海鮮も乗ってる丼みたいな、どれがメインかわからないみたいなねいやなんかそことねやっぱりもう山ほど出てくるアスモ、はいアスモファン歓喜ですよ。なるほど、ととっても楽しい回。っても楽しいね。いい意味でバグですね。いやもうほんまに見られてない方からしたら、うんどんな感じの話ですか？いやバグじゃない？いやいやどんな？いやマジでバグやんね。ね見た人ねって言ってますよ今。特にその、いろんなアスモがねうん登場するゲームなんですけど、僕の中ではい。推しアスモがいて、押し出すもん。推しアスモはもう圧倒的ドジっ子アスモ。なるほど。ああいいね。アイムさんの声も合ってるし、何より普通ドジっ子ってこう街でバンぶつかったりしたらキャーっつって、はい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 。なんかこうこぼしちゃったりとか食パン加えてたりとか、はい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 。まあ、こぼすって言ってもやっぱ可愛いキャラなんで普通なんかこうねケーキべちゃみたいなとかじゃないですか。うんうんなんかもうドジっ子アスモがこぼすもん全部ねカロリー高すぎるんですよ。ホイコーロー定食とか癖が強いのね。そう癖強すぎ癖るが強い。おいおいおいと。そうだからそれはねなんかねすごいねやりながらも、ついつい僕もソロモンの声しながら普通に川田和樹として笑ってた。あなるほど。撮り直した。リアルに。はい、まあ第1話第3話以来今回がっつり登場とソロモンがねね、うんいうことでまあアニメゲーム演じられてるじゃないですか。うんうんその違いとかありました？いやなんかソロモンかなり違うんですよ。おう。やっててもうんうんソロモンってうん結構こうニュートラルというかうん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 つかみどころがないっていうような、はいまあ、天才のね世界最強の魔術師のつもりゲームはスタートしてはい。けどやっぱりこういうアニメ界は、うんツッコミ役に回ることがあるので、うん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 。その時はこう今までないブワッと感情が溢れるソロモン、はいはいはい。うんがもう本当に関西人の川田和樹とミクスチャーされてちょっとやりすぎですとかねなるほどね。なるほどね。もっと言ってくださいとか、はい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 。そうだからそういうのもあるし、うんやっぱりその自分のなんか声を当ててるキャラクターっていうのはある種分身でもあるもちろん。から動くソロモン見たらもう単純にめちゃくちゃ嬉しいですよね。ああアニメとしてね。そうなんか、うわあソロモンやってなんか一ファンでもあるからやっぱそうなりますよね。ねなんかありますよねそれある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 。だってもう自分もそうやったし、うんで今までゲスト来てくださったその皆さんも同じこと言ってた。ねうん。確かにこのオベイミーのチームのすごくいいところは、うん。みんなやっぱ自分のキャラとか、うん。愛してるっていうのがねそう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 。愛が深いチームこれスタッフの皆さんもそうですけど、はい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 。うんそれをひしひしといつも感じていた。感じてる。ソロモンはずっと愛を感じてる。ソロモンはずっと愛を感じてる。ソロモンもそうやし聞いてくだ川田和樹さい。そもそうやし。れでは聞いてください。ソロモンはずっと愛を感じてる。いやないねそんな曲。勝手に作るな。キャラソングじゃない。キャラソングそんなキャラソングじゃなかったっけ。ソロモンはずっと愛を感じていうる。わなんか打曲感あるな。チャラララララチャチャンチャン。急にさあ聞いていただきましょう。まあまあそんなことも喋ってますけどね、はい川ちゃんオープニングが長いわ。もう今日も長いの。今日も長いな今日も長いのびっくり。もうすでにねこれ確かに決まった時間ないんですよ、はい放送枠があるわけでもなし、はいないんですけど自由に喋っていいんやけど、あらまあその川ちゃんの熱がすごいからいっぱい喋っていただけるのありがたいですけどね。そっかそっかこれまだまだ原稿ありますもんね。さあ今日も長丁場の予感がしております。皆さん覚悟しておいてください。はいということで始めていきましょう。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。テレビはいありがとうございます。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか。川ちゃんはい、はいこちら僕が読んでもよろしいですか。お願いしますよ。まずは天の塔と書いて甘党さんからです。ありがとうございます。加田さん川田さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いております、はいソロモンくん最推しなので嬉しい。お川田さんの出演心待ちにしていました、はいありがとうございます。お二人に質問ですん。ソロモンくんといえば料理、おお二人は
レシピ通りに作る派か、それとも感覚で作る派ですか、かっこゲーム内で同じ質問があったので、確かにね、そもそも加田さんは料理は家で自分が作る分はします。もちろん自分が作るのはもちろんしますし、ただ自分が作るって自分が食べるから、何でもいいんですよね。じゃあこう感覚で作る派。そうね、何か作りたいってなった時にレシピ見るじゃないですか、で大さじ小さじ、分量書いてるでしょ、あれ無視します。いやめちゃくちゃ感覚派やし、そもそもなんかちょっと思うのは大さじ1杯小さじ2杯とか分かるけど、少々ってやついつも分かんない。めっちゃ分からん。少々って片栗粉少々とか塩一つまみとかあるでしょ、一つまみって人の手の大きさによって一つまみ変わってくるやろがいって思うでしょ。バレーボール選手みたいな手でかかったらどうすんねんみたいな。その一つまみがこのつまみなんかグニュンっていうなんかねグニュンのわけだよ。塩グーってお相撲さんじゃないんやから。いやそういう、そこのね少々とかそこら辺は難しいよね。ただ、僕川田はですね、ソロモンを演じてるから皆さん料理下手と思われがちですが、川田はですねとってもパスタがうまいと。これ好評でございます。なるほど。特にアーリオオーリオペペロンチーノ。何そのごめんなさいもう一回言って。ごめんなさい、アーリオオーリオペペロンチーノ。ごめんいるそしてペペロンチーノの言い方癖あるけど美味しいよに。だからニンニクと唐辛子とあとパセリってシンプルだからこそ難しいんですけど、だからそれはねちゃんとねレシピ通りに作ってレシピいつもね研究してます。マジですか、ちょっとそのおすすめレシピ空で言えます？教えてほしい。それはちょっとねもう押してるから次行きますね。待ってそれじゃ内緒ですね。マル秘なのでうち食べに来てください。じゃあぜひ今度作っていただきたいと思います。じゃあ続いていきましょうか。お名前マディさんからいただきました。ありがとうございます。オタク FM がシーズン2で戻ってくるのが嬉しいです。ソロモンは怪しげな雰囲気を持っていますが、川田さんはソロモンと性格的に共通するところがあると感じますか？それとも自分とは正反対の性格だと感じますか？という質問が来てます。川ちゃん。いやこれは確かにいい質問ですし、なんかねソロモンって、なんか性格というかなんか結構変化してってるキャラだと思うんですよ。そもそも好きなものも、苦手なものが海なんですけど、僕中の川田は海と魚大好きなのでですね。なんかそれでも水族館とかね行くなったりとか、だからそういう風に一番共通してるところは変化するっていう。多分知恵の魔術師っていうのも好奇心が強いから、知恵の魔術師なのであって、なんかそういう意味では好奇心の強さみたいなのは一緒なのかなと思ったり、一番正反対なのは何回も言うけども僕は料理うまい僕は料理がうまい。料理がうまいね。川ちゃんが SNS に上げてる料理めっちゃ美味しそうやもんね。見ててパスタとかでもパスタと魚料理しかできないんですけどね。それがすごいでしょ。できないんですけども、でもねソロモンから学ぶこともたくさんあるなと思って演じております。共通すると変化ですか？川ちゃん自身も結構変化していくんですか？いろんな。そうですね、いろんなものに興味を持つから。そうです生き物がすごい好きだったり、でもゲームも好きな時もアニメ好きだったりとかもあるので、人から勧められたもん結構ねやったり見たりとかするんですよ。貪欲なんですね。貪欲の知識を吸収する。そういったところはじゃあやっぱ似てるかもしれないですね。そしてもう一つ、こちらパイナップルさんです。ラジオ、アニメ、音楽、漫画、ライブイベントときて今後オベイミーに期待するメディアは何でしょうか？パイナップルさんからご提案ですが、舞台やミュージカルはいかがでしょうか？いいですね。確かに見てみたい。てかライブイベントときてって書いてあるんですけど、ライブイベントやったことないと思うんですけどもう脳内で一回開催されちゃってるのかな好きすぎてパイナップルさん愛が強くてね。でもライブイベントっていうのはあれかな、俺歌を歌うライブイベントって思ってるんやけど、皆さんと会うっていうことでライブ感のあるイベントっていうのは確かに AX でやったから、そういったことなのかな。いやステージもねありましたから、意味合いが違うのか。なるほど。個人的な夢ってありますかね？映画化して映画化だろう。
や映画の予告編やりたいなでしょ。じゃ The movie ダーン誰もソロモンを止められない。主役やないかがっつり主役やしかもカミングスーンナレーションすら自分がやってそんな聞いたことないわ。この我の強さはもうソロモンと正反対やなと思いますけどね主演ソロモンナレーション川田和樹バーサス恐竜みたいな。いやバーサス恐竜いやえぐい映画とかでもなんかねいろいろとなんか各地でね会えるイベントとかあったらいいですね。ああなるほど。川ちゃん的にやっぱり皆さんとお会いするイベントがしてみたいなって感じですか？そうソロモンとかはやっぱりその皆さん会える機会少ないからだからそういう意味ではねいろんなキャラクターでね会えるような会が作れたなっていうのを思います。そうですねキャラソンもサイドキャラクターの出たじゃないですか。はいなのでもうみんながあるじゃないですか。そろそろ本格的にねそういうイベントがあってもいいんじゃないかなって思いますよね。陰武道館うわでかいなまた規模がでかいな。カミングスーンいやカミングスーンちゃうねん夢は広がっていきますけどね。皆さん一緒に夢見ていきましょう。はいいろんな展開を楽しみにしてください。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。コンビンスミー。はい、かわちゃんは丁寧にタイトルコールを言ってくれるからとても嬉しい。他どんな感じなんですか？まあ他はね丁寧好きにやりよんねん。みんな好きにやりよんねん。ほんまにってるなパーソナリティがいやそんなことないけどね。さあはいこちらは留学生の皆さんからおべいみーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。それでは、早速紹介していきましょうか。はいどれにしようかな。じゃあこちらいきますね。お名前ちゃちゃさんからいただきました。川田さんゲスト出演おめでとうございます。心待ちにしていました。嬉しいありがとうございます。私の最推しはソロモンです。やったー。ゲームを始めた頃のソロモンの印象は見た目がかっこいいでも何が建前で何が本気かわからないといった得体の知れないものでした。わかる。それが物語を進めていくうちに実は自分が人間の世界を守らないといけないという強い信念がある。そのために自分が悪者になることも厭わない覚悟を持っているというまっすぐな一面が見えてきていつもの態度とのギャップに衝撃を受けるとともに見た目以外もなんてかっこいいんだとだんだんめちゃめちゃ大好きになってしまいました。嬉しい。川田さんの表現にもそういったソロモンらしさ柔らかくつかみどころのないだけど不思議と素直さ素朴さを感じるような奥深い響きがあっていつもボイスや歌に聞き惚れています。これからもソロモンと川田さんを応援しています。ありがとうございます。はいちゃちゃさん熱いメッセージですね。嬉しいです。ありがとうございます。なんかすごい初めての体験ですけど、心の半分は自分を褒められてるというか、でもその半分はソロモンを褒められてるっていうなんか本当親友が褒められてる感じですごい嬉しいこの感覚ね。皆さんの熱い思いがね伝わってくるからね。いやでもなんかその外見からね見た目から入って、ソロモンってその芯がね本当に一本通ってるから、なんかそこの部分にもしっかり向き合ってもらってるのは、ソロモンこれからもよろしくねってソロモンよろしくね。いや嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。でもねソロモンだけじゃないですよ。はい、こちらはカテリーナさんです。ありがとうございます。私はリヴァイが一番好きで一番尊敬しているのは自分の趣味に対して情熱を持っているところです。私はいつも自分の興味があることを恥ずかしく思っていてそのことを話したことがありませんでした。でもリヴァイが自信を持って話しているのを見て私も自分のことをもっとオープンに話せるようになりました。すごいいいね。とってもいいじゃない。めっちゃいいですよ。やっぱ自分が熱持ってるものって人に言ったらバカにされちゃうかもしれないっていうので怖かったりもするけども、レビがそうやって自分の好きなことを必死に人に語ったりとか説明したりとかそういう姿を見て、このカテリーナさんも勇気を持ってくれたと。いや
そう確かにでも分かるな。めっちゃ嬉しいやん、一番好きなものだからこそ否定されたら悲しくなっちゃう。もちろんね、その怖さがあるからね。けど、自分が好きやからこそみんなに伝えるっていうなんかそのね目がキラキラしてる感じレビすごくあるから。そうなのよ、ね、知ってもらいたい知ってもらいたい、で自分がこんなに好きなものをみんなに説明してみんなもいいと思ってほしいっていう熱量ね、そうでそれを通してその趣味とかのことも好きになるし、その人、レビのこととかカテリーナさんのこともみんな好きになるっていう素晴らしいじゃないですか。いやなんか皆さんなんかすごいオベイミかいろんなことを感じていただいててね。やっぱサイのコーやでほんま。サイ&コーでございます。次のサイ&コーは次のサイ&コーは、サイ&コーを紹介しサイ&コーのコーナーです。サイ&コーのコーナーではないんだけど、おなじみのでは続いて紹介しますか。はい、ローレンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このゲーム特にソロモンは小説を書くことへの愛を再発見させてくれました。そして今週私は最初の小説の下書きを完成させました。すごい。35歳になってようやくずっとやるつもりだったことをやっています。それはソロモンから始まりました。ありがとうございます。あなたのおかげで私は自分の魂を見つけることができました。万歳万歳3勝入りましたけども、いやすごい、ローレンさんすごい素晴らしい。ちょっとうるっときましたね。いやこれは嬉しい。自分の魂を見つけることができましたですって。だから本当に小説を書くことが好きで、それをちょっと蓋してたのかな、まあそうでしょうね、思いを夢を。けどソロモンのおかげでその最初の小説の下書き言うたら夢の一歩を踏み出すことができた、でも年齢関係ないよ。関係ない、何歳になっても何を始めるのに年齢関係ないから、ほんまにね。さっきの話もそうですけど、自分の好きなことがあるっていうのがもうそもそもすごく素敵なことで、だからこそそれをね自分で今度生み出そうと思えるローレンさん、素敵。いやもう本当になんかね、それがソロモンから始まった。いやそんな幸せな仕事ないよ。ないですよ。いやサイ&コーやな。いやねもうタイトル変えましょうよ。変えへんけどコンビンスミーじゃなくてサイ&コーにエコーでサイ&コーおかしいやろ何があってんってなりますよね。そうどんなコーナーやねんってなってきますからね。はい、最後1通だけいきますかね。はい、まだちょっといけそうです。では、アンディ・ファインドさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ソロモンはたくさん笑わせてくれるし、周りを楽しい気分にさせてくれる。彼は僕みたいにファンキーな男なんだこのままだと親友になりそうな気がする嬉しい。そういう楽しみ方めちゃくちゃ嬉しい。男性の方でしょうね。僕みたいにファンキーな男なんだっていう親友になりそうな気がする。いや嬉しい。だから本当にねいろんな楽しみ方してもらえるのめちゃくちゃ嬉しいですね。なんかいつかあったら肩組んで乾杯したいですね。そうですね。僕もソロモンの親友ですからいやめちゃくちゃ面白いじゃないですか。嬉しかったです。皆さんのねその熱い思いたくさんいただいてますからね。ちゃんと届いてます僕らまで。またじっくり読ませていただきたいと思います。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONVINCEME です。はい、以上サイ&コーことコンビンスミーでした。帰ったそれではここで1曲お聴きいただきましょう。かわちゃん曲紹介お願いします。それでは聴いてください。ソロモンで Our Destiny。大丈夫スマートに連れ出してあげる Our Destiny 疑わなくていいまるでファンタジーおいで俺のそばに Are you ready? Hey!
150年ぶりのコンサートに二人で行こう。その後料理を振る舞ってあげる。そう確かに君だけに向いてる Sweet and spicy 常に交わってる Make it happen 理にかなってテクニカルな恋に落ちてどんな邪魔が入っても行き先を遮っても全然構わないさ俺の魔法が導くだろう純粋すぎる感性も見事なまでの完成度まるで別次元な新しい世界見せてあげよう聞こえてくる音が聞こえてくる声がディスティニー疑わなくていいまるでファンタジーおいで俺のそばに Are you ready 全部任せてリズミカルな夜に落ちて、yeah、そう確かに君だけに向いてる Sweet and spicy 常に交わってる Make it happen 理にかなってテクニカルな恋に落ちてオベイミー海外リリース1000日を記念した特別なナイトメアが開催中だ。ルシファーとマモンの書き下ろしカードもあるんだって。新しく始まる抜き打ちテスト荒野をかけるカーボーイも忘れちゃダメだぞ。ウエスタン風のアスモデウスが見られるらしくてデミグラチェックしてって騒いでたから。そうそうレビアタンがナイトメアきらめけ白羽うなれ忍術も忘れるべからずって言ってたよ。ニャンとの忍者フォト選手権に忍者なりきりセットがどうとか。楽しそうだったら俺にも教えて。また帰ってきた即興嘆きの館劇場。よいしょということでこちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作しゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回はかわちゃんの要望を踏まえてシナリオが作成されました。仕上がりはどうですか？いやー、バッチリですよ。バッチリめっちゃ笑ってますけどバッチリですよ。いやでもその自分が出した案にプラスアルファ加わってる、要素がね、またバグがあるんですよ。またバグがある。バグがある。このバグがいい感じですね。かわちゃんバグが好きなの？僕はバグが好きですね。バグが好きなの？そうなんか聞いててね、ハラハラするっていうか何が起こるか分かんないとか。なるほどね。そういうのがね楽しいじゃないですかね。いや楽しみですね。2人で演じてどうなるのか、即興ですからね、本当何があるかわからない。やっていきますか。じゃあタイトル2人で言いましょうね。はい、今回のタイトルはこちら、ソロモンとゲーム攻略。くそこっちか。あ違う。しまった。逃げろ。囲まれた。ダメか。やられた。強いな。よしもう一回。おめでとう。これでちょうど1000回目だ。1000回目？何が？俺がこの部屋に来てからレビアタンがもう一回って言った回数。そんなに？でもそれくらい言ってるかもね。このゲーム本当に難しいからさ。この腹切り with うどんはね、死にゲー中の死にゲーって言われてるんだよ。腹切りか。うどんで切腹は絶対無理でしょ。それくらいクリアが難しいって意味なんだ。
なんとかゲームクリアしたいんだよね。なるほど。あ、そうだ。ソロモンに魔法で手伝ってもらえばいいじゃん。いやでもそんなズルしちゃダメだ。ダメ。でもここさえクリアできたらあとは頑張れる気がするし。ねえ、もう漫画読み終わったの？いや、まだ半分くらいだ。何せこの孤独の靴下は1000巻あるからね。面白いよね、孤独の靴下。中年サラリーマンがいろんな靴下を履いて心の中で感想を言うだけの漫画なんだけど。ああ、心理描写と履き心地の例えがすごく秀逸で驚かされるよ。靴下の中を遊園地や老舗旅館、時には宇宙にすら例えるんだから。それによくこのテーマだけで1000巻も続けられるもんだと感心するね。魔界は漫画も規格外だな。最近は少しネタ切れを起こしてて旅を吐いたりし始めてるけどね。それは少し残念だ。さ、ソロモン、残りの500巻は部屋から持って行っていいからさ、ちょっとだけこのゲーム手伝ってくれない？僕だけの力じゃどうしても先に進めなくって。別にいいけど、おそらくレビアタンの方がゲームは上手いから役に立てるかわからないよ。いや、そうかもしれないけど、ほらソロモンのさ、得意なあるでしょ？まで始まるあれ。魔法を使えというのか？ほんの少しだけゲームの世界を平和にするのを手伝ってくれない？研究にもなると思うよ。魔術と仮想現実の関係とかさ。なるほど、それは多少興味があるな。よし、契約成立。一応ストーリーはね、悪いラスボスを倒して囚われたパートナーを助け出すの。そうか、わかった。準備はいいか？よし、じゃあゲーム再開。なんだこれ。さっきと何も変わらないはずなのに敵の動きが手に取るようにわかる。これはレビアタンの能力を最大限に引き出す魔術だ。面白いように敵が倒れていく。でもなんだろう、この素直に喜べない罪悪感。いい感じじゃないか。でもこの程度じゃあまり変わり映えしないな。よし、ゲーム内ワープだ。ゲーム内ワープ？ここはもしかしてラスボスの部屋？そうだよ。なるほど、移動の魔術はゲーム内でも可能なんだね。よし、レビアタン倒してみよう。いや、さすがにまだ早い気がするよ。武器も装備も弱いままだし。いいからやれ。世界を平和にするんだろ。まあいいや。ダメ元で食らえ。これ最強魔術剣じゃん。なんでもう持ってんの？やっつけちゃった。どうって言われてもあっさりしすぎて。これでこのゲームの世界は平和になったわけだ。まあそうだけど。パートナーが出てきた。救出が早すぎて戸惑ってる気が。めでたしめでたしだな。そういうことでもない気がするんだけど。やっぱりそう思う？これでは本当の平和は訪れない。このラスボスを作り出した創造主ともども駆逐しなければ。レビアタン、このゲームの世界はこれ以外にもたくさん作られていて、その世界の数だけラスボスはいるんだ。だから元を絶ってラスボスを作らせないようにしなければ真の平和は永遠に訪れない。何の話？ラスボスを作り出した悪の根源を魔法で呼び出すぞ。なんか世界観と合わない普通っぽい人たちがゲームの中に現れたけど。現実世界でこのゲームを作ったクリエイターたちだよ。ゲーム内のラスボスの部屋に召喚した。彼らがいなくなればもう新しいラスボスが作られることはない。むちゃくちゃなこと言ってない？さあ、コントローラーの攻撃ボタンを押してこのクリエイターたちをやっつけよう。いや、この人たちは現実の人たちでしょ。やっつけたら死んじゃうんじゃない？そうだ、やれるわけないでしょ。さあ、平和を取り戻せ。レビアタン、やるんだ。できないよ。この人たちがいないと続編も遊べないじゃん。やるんだ。いや、無理。やれ。やだ
レビアタン、冗談だよ。冗談？魔法を使ってゲームを進めるなんてレビアタンらしくないことを言うからちょっとからかったんだ。クリエイターは現実世界に戻しておいた。それじゃ俺は家に帰って孤独の靴下を楽しむから、レビアタンは自力で頑張って。じゃあ。つまりゲームは自力でやらなきゃダメってことを教えたかったってこと？いや、口で言え！ということでお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。楽しかった、この話はね、いやすごいね、ある意味バグよね。バグでしょすごいな。そうバグを使ったお話でもあるし、僕はね本当にねこれを未来英語を子供たちに語り継いでほしい幼稚園とかでこんな幼稚園とかでもうこれを流してほしい。いや意味わからんでしょ。ああ努力は必要なんだなーっていう。いやいや遠回しすぎて、努力という香辛料がやっぱ楽しさってものを作るんだなーって。いや口で言え口で言え。いや口で言えっていう。いやもうこれね、ソロモンのやれーとかやるんだっていうのがね聞きたくて仕方がなかった。なかなか言いませんからね。いや本当にね。いや楽しかった。ちなみにかわちゃんこれリクエストだったんですけど、はい、なんてリクエストしたんですか？やっぱレビアタンオタクだから、一緒にゲームしたいなっていうところはあって、でも普通にゲームをするっていう感覚はないから、ちょっとそれで変わったことをっていうので、ただなんか僕が最初に出した案よりもすごく膨らませていただいた結果なんか現代の寓話みたいなとてもためになる話になって帰ってきて、とてもためになる話、手応えを感じました。なるほどなるほど。皆さんどうだったでしょうか？何でもズルはダメだっていうことですね。その通りです。はい、とてもいい話風に終わりましたけども、ちゃんちゃんということで楽しんでいただけましたでしょうか？以上、また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。かわちゃんいかがでしたでしょうか？いや、お別れしたくないずっとここにいる。いやいや急にだだっこ加田さんとこの子供になる。いやいやいや加田さんだって俺まで子供にする感じで巻き込み方やめて。いや楽しかったです今日も。いやほんとね、本当にかわちゃんはほんまいっぱいお話ししてくれるから僕はすごい嬉しい。いやこちらこそですよ。いろんな思いをちゃんと伝えてくれるからね。でもなかなかね伝える機会とかお話できるね、機会って僕らラジオの前のあなたともそうですし、ないので本当に今回も楽しみにしてきました。はい、ありがとうございます。本当にねまた来ていただきたいと思います。ぜひはい呼ばれなくても来てほしいかもしれない。あ、じゃあ次回もってことですか？あ、ごめんなさい。嘘です。次回は次回はねベルフェゴール役の大西聡さん、大西ちゃんが遊びに来てくれますので、毎回なんかこうカラーが変わるからね、いいですね。そうですね、本当にね毎回ね濃いんですよ。個性がないメンバーがいない。あ、そうですね。みんなちゃんと色がありますよね。そう本当に違った色を出してきて、違った振り回し方をしてくれるから、僕はねいつも暇をする暇がなくて、早く打ち上げ行きましょう。その話は後で聞きます。じゃかわちゃん溜まってるぞ。愚痴が溜まってるみたいな感じで言う。楽しいから楽しいからやめてごめんなさいね。やめてストレス溜まってるみたいな言い方すんのやめて。そんなことねえから。楽しいですからね。楽しんでやってます。そしてちなみにね次回アニメ第6話はベルフェゴールの夢、タイトルからもお察しの通りベルフェの見たある夢についてスポットを当てた回となっております。第5話もめちゃくちゃ好きですけど、もうさっき言っときます、第6話はね神回です。かわちゃん収録もしてないうちからもう僕はね原稿を見た、神回
神回です。もうほんと楽しみにしておいてください。すごいな、ハードルがどんどん上がっていもうってるけど、タイトルから多分誰も想像できないと思う。そうかな、そうかもね。はいお楽しみに。神回ですからね。もう絶対神回。絶対神回、皆さんのねスタッフさんのハードルがどんどん上がっていってると思うけど。いや誰とも目合わなくなりましたけど、そうですね、なんか果たしてどうなるかといったところでございますけど、皆さんの感想もね SNS とかぜひ書いてください、見に行きますので楽しみでございます。はい、ということで母ちゃん最後に一言どうぞ。最後に一言、いや本当にね今日皆さんからの熱いメッセージをね初めてだったので、すっごく嬉しかったです。ね、僕たちがこうやってスタジオで声の命を吹き込んでるね、ところからどんどん世界に羽ばたいてるのをね感じましたので、皆さんがもっともっと広げてもらえたら嬉しいなと思っております。素晴らしいメッセージありがとうございます。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とソロモン役の川田和樹でした。バイバイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。